こんにちは、ただ服を作るの泉です。今回は自分で型紙から作るエプロンの作り方の第2回目の動画になります。前回の動画で型紙を作るところを紹介しました。大きな長方形と小さな長方形を描いて、それをなだらかにつなげる。これだけでできちゃうのでとっても簡単です。興味のある人はぜひ前回のこの動画も見ながら型紙作り挑戦してみてください。型紙ができてしまえば、あとはそうだな、アイロンをかけるのがちょっと手間かもしれないですけど、しっかりアイロンがかけられればあとはもう超簡単にできちゃうので、ぜひ作ってみてほしいなと思います。それではエプロン作り始めたいと思います。スタート。ではまず最初にアイロンをかけていきます。このアイロンが一番大変なんですけど、これさえ終わればもうあとはアイロンで折ったところを縫っていくだけなので、このアイロンがけ頑張ってください。でもね、とっても簡単です。まずはこの3本の紐状のパーツ、腰の紐と首の紐、この3本の紐を最初に半分に折ってアイロンをかけて開いて、真ん中の今の折り目に折る。で反対側も真ん中の折り目に向かって折る。で最後にこんな感じで折ってアイロンをもう一度かけて整えてあげてください。であとは身ごろのエプロンの身ごろのパーツになります。ここのカーブの部分が 1.5 センチで、脇と裾が縫い代2センチついているはずなので、ここも折っていきます。脇と裾は2センチで折って一度開いてもう一回半分に折ります。でこのカーブの部分は同じように 1.5 センチで一度折って開いてもう一度半分に折ってアイロンをかけて整えてあげてください。はい、そして最後にこの見返しのパーツの下の部分の縫い代を1センチで折ってアイロンをかけてあげます。そうするときっとこんな風にね、表に返した時に三角形に飛び出ると思うので、ここをカットしておいてあげてください。反対側もはい、これで準備は OK です。お疲れ様でした。結構長かったかなと思います。でもあとはね、ここまで来たらもうほぼ完成したも同然なので、一気に仕上げていきましょう。ではまず最初に作った3本の紐を縫っていきたいと思います。一番細い首にする紐はアイロンで折って、でこの開く方の際をまっすぐ端から端までステッチをかけていきます。はい、こんな感じで1本首の紐が出来上がりました。そしたらあと2つ、あとは腰の紐になると思いますが、これは左右のどちらかの端をこんな感じで開いて1センチほど折って、でこの端っこがね綺麗になるように折ってあげて、ここから返し縫いをして、で反対側まで一気に縫っていきます。ここの部分こうやって折ると、ここからこの生地の端が飛び出ちゃうよって、こうなってね汚くなっちゃうよっていう時には1個ねポイントがあって試してみてほしいんですけど、この両サイド折ってあるところをこの1センチ折るところの1センチ分だけちょっと両サイド内側にこんな感じでちょっと内側に入るようにして折ってあげて、で1センチ折るとほらこんな感じでちょっと端が内側に入るので、これでよいしょ折ってあげると端っこが
飛び出ないようになるので、ちょっとねこれ試してみてください。では紐を3本作ったら、今度は身ごろの方を作っていきたいと思います。エプロンの身ごろを表面を上にしておいて、見返しを中表になるようにして合わせます。この時にこの両脇三つ折りで折ったアイロンは開いて、できっちり見返しを合わせて、でピンで固定します。そして一番細い首の紐3センチ幅で切った紐を身ごろと見返しの間に挟み込んであげます。両サイド端から同じ長さの位置になるようにしてシュッと入れてあげて、ピンで留めてあげるとずれなくていいかな。そしたら一番上を縫い代1センチで縫います。はい、そしたらアイロンをかけて表に返したいと思います。この見返しの方を下になるようにしておいて、縫い代ミシンで縫ったところで折って、こんな感じでアイロンをかけます。でこの見返しを表に返してあげて、でもう一度アイロンで整えてあげましょう。でこの時ちょっとこの見返しの方が内側に控えられている、この表の身ごろの方がここにねちょっとこう折り返って少し端っこの方に出てると思うけど、こうなるようにしてあげると表面から見た時に見返しがこう飛び出ないで綺麗に収まるかなと思います。はい、そしたら今度はこの脇のカーブの部分を三つ折りで折ってミシンで両脇縫っていきますが、その前にちょっとだけ細工をしておこうかな。ここを三つ折りにするとこの見返しの生地があってゴワゴワして綺麗に三つ折りできないので、ここの見返しの方を縫い代 1.5 センチをこんな感じでカットしてあげると、ここの部分の三つ折りがとってもしやすくなるかなと思うので試してみてくださいね。あ、脇を縫う前に先にここの部分にステッチをかけて見返しを留めておきましょう。はい、こんな感じで見返しの上を留めたら、今度は下もですね、下も留めておきます。でこの下の部分はちょっとね、この縫い代脇の 1.5 センチの縫い代に飛び出すようにしてステッチをかけるのがポイントです。でそしたらいよいよこの脇を三つ折りにして、で両サイドのこのカーブの部分を留めていきます。多分ここの部分は生地が厚くて針が進みにくいかなと思うので、ちょっと目打ちで助けてあげてください。はい、こんな感じで首のところと脇が出来上がりました。そしたらあとはもうね、この両脇の縦のところをステッチをかけて縫う。で最後に裾の三つ折りを折ってステッチをかけて縫って完成になります。でこの脇をね縫う時にここの部分に腰紐を一緒に挟み込んで縫ってあげてください。こんな感じで一つ
縫い代を1回折った時に紐を置いて、でこうで最後にこっち側に紐を倒して、でこの脇を縫っていってあげます。できたらその時にこの一番上のところを少しね強度を増すために四角くここに針を刺して四角く縫って、でステッチをかけていってあげるとここが頑丈になるかなと思います。そして最後に裾を縫っちゃいましょう。裾を縫って最後ではありませんでしたね。またやってしまいました。これが本当の最後です。首の紐をもう半分に折ってあげて、こんな細い感じにして、このコードストッパーを最後の最後につけてあげましょう。これがね結構ね本当の紐じゃないからなかなか出てきにくいんだけど、そこをなんとか引っ張り出してあげてください。よいしょ。ほっ、こんな、はい、できたー。はい、ということで完成しましたー。このね首のコードストッパーがポイントかなと思います。でつけてみますね。でここで紐の調整、長さの調整ができるので自分で好きなところに設定してください。でほらこんな感じ。長さがここから1メートルなのでちょっと長めの長さになります。個人的にここの幅が狭いのがちょっと可愛い感じのポイントなのかななんて思います。でここをちょっとね長くしてあげてももう少し下に下がるような感じで、この部分ウエストの部分をちょっとこうやってねたるませてみたりして自分の好きな感じに調整できるかなと思います。はい、ということで今回はこの辺でおしまいにしたいと思います。是非ねこのエプロン本とか型紙とか買わなくていいので自分で四角形2つ描いてつなげて作ってみてください。最後まで見ていただきありがとうございました。バイバイ。